ーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙で可愛いスイカを作りましょう。コンパスを5センチの幅に合わせて直径10センチの円を6個描きます。円が描けましたら6枚とも切り取ります。6枚切れました。緑の紙を用意いたしまして、縦 14.5 センチ、横 5.3 センチの長方形を切ります。切れましたら細長く半分に折ります。端を揃えて真半分に折りましたら、細長いかまぼこ型のように切っていきたいと思います。印をつけます。この辺りから真ん中に向かってカーブを描くように線を引きます。反対側も引いていきます。この通りに折ったまま切ります。こんな船の形のようなものができました。で、これを6枚欲しいので、この1枚切ったものを型紙の代わりにして、あと5枚鉛筆でなぞってかたどって切っていきます。6枚切れました。黒い紙を縦14センチ、横3センチの細長い紙に切っていきます。6枚切ります。6枚切れました。細長い黒い紙を縦に細長く半分に折ります。半分に折りましたら、これを細長い三日月のように切りたいと思います。適当で結構です。端から角を細長く落としていって、でこんな形にしましたら、さらに内側も細く切り取ってしまいます。こんな感じで細長い三日月のようなものができました。これ2枚に分かれます。でそうしましたら、このスイカのですね、背中のここの皮のギザギザを切りたいと思うので、もう本当に適当にちょっとギザギザとなみなみと切っていきます。こんな感じで、これを6枚とも切ります。6セットできます。スイカの種を作ります。黒い紙を
そうですね、適当に2、3センチ幅、3センチぐらいですかねに切っておいて、で半分に折って、でこんな感じのね涙型に本当にもう適当に切っていってしまいます。折ったままくるーんとこんな感じでちっちゃい涙を作ります。折ってるのでね2枚ずつぐらい、2枚ずつですね、いっぺんに切れます。でこれを本当にいくつか、大きさバラバラになっても構いませんし、形もバラバラで結構です。紙の方をこう動かすと切りやすいと思います。スイカの形に貼り合わせていきます。まず丸い紙、これを真半分に折ります。半分に折りましたら種をつけていきます。今日は木工用ボンドでつけていきます。ピンセットがねあるといいかと思います。これピンセットで種を掴んで、裏にちょっとだけボンドをつけて、で真ん中の方にね種の先が向かうように適当に貼っていきます。お好きな数貼れましたら、裏面これ広げるとこんな感じになりますが、反対側も貼っていきます。スイカの皮に模様を貼っていきます。この右と左一対の黒い紙を用意していただいて、木工用ボンドを爪楊枝にちょっとだけつけて、で裏側にちょんちょんと、端っこの方はねしっかりつけた方がいいと思います。真ん中はちょんちょんとつけて、端っこちゃんとつけて、でこれを上の端と下の端のとこから少し離れたところですねに合わせて、こんな感じでペタッと貼ります。で反対側もね左右対称に貼ります。でこれが貼れましたら、ボンドがね乾かないうちにお箸のような棒を用意していただいて、でこの裏側ですね、こちらにお箸を当ててこうしごくようにこうカールさせていきます。こんな感じでカールする癖をつけてください。こんな感じで丸くなりました。皮に丸みをつけましたら、この内側の縁っこのところにですね、爪楊枝を使って木工用ボンドを塗っていきます。すくってこの内側のとこですねにぐーっと少しね白い色が残るぐらい多めに塗って構いません。これ乾きますと透明になりますので、白くても気にせずに塗っていただければ大丈夫です。両側に塗ります。こんな感じで両側塗れました。そうしましたら、先ほどスイカの赤い実のところ折りましたところ、これを貼り付けていきたいと思います。これを横に寝かしてもらって、スイカの皮を同じようにこう立てて横に寝かしてもらって、スーッと持ってきます。でこの端っこと端っこがねきっちり合うところに持ってきて、まず片方をねきれいに貼ります。でこれね皮の方がちょっと余っちゃっても全然構わないです。端っこがまあだいたい合ってて、ここがだいたい合ってれば大丈夫です。でまず片方貼っ
ってもらいまして、ね、ここ緑余ってますが大丈夫です。でこっちの方もね、今ちょっとたまたま晴れちゃってるけれど、こんな感じで晴れてれば大丈夫です。で先ほどボンドでくっつけたところがだいたい乾きましたら、余った緑のところ切ってしまいます。赤のところまで切らないように気をつけて、緑の余った邪魔だなと思うところをこんな感じで赤い果肉の実のところに合わせて切ってしまいます。こちらもで綺麗に揃っているところはこのままで大丈夫です。こんな感じでできました。これを6個作ります。スイカが6切れ出来上がりました。スイカを入れる網を作ります。コンパスを8センチに合わせて16センチの円を1つ切ります。網にしたい色画用紙、どんな色でも結構です。これを切り取っていきます。丸が切れましたら半分に折り曲げます。半分に折れましたらこれをさらに3分の1に折りたいと思います。真ん中あたりのところからぐーっと持ってきて、右と左の三角が同じぐらいのところの大きさに持ってきましたら折ります。でくるっと裏返して反対側も折りますと3分の1に折れます。でこの折ったままですね、横にしてもらって、この長さの大体で結構です。大体4分の1ぐらいのところに印を打ってもらって、でこちらのカーブとね同じような感じでカーブを描いて、ここの部分切り取ってしまいます。この折り目のねこの中心のところです。これを大体で結構です。こんな感じで切り取ってしまいます。で切り取りましたら、右から左からちょっと細めに切り込みを交互に入れていきます。どちらからでも結構です。ちょっと細めにですね、ぐーっと切っていって、最後まで切らずにここはちゃんと残していただいて、で反対からも切っていきます。ここも最後まで切らずに残して、これを繰り返していきます。何本切れてもいいので適当な幅で切れる範囲で大丈夫です。で最後のあたり、このあたりかなぐらいのとこまで切れましたら広げていきます。網を広げましたらちょっと折り目を直していただいて、でこの端っこのところですね、3箇所切れてますので持っていただいて下を持ってキュッてやると網のようになります。でこの網のかごみたいな感じのところに先ほど作ったスイカを入れていきます。
はい、これで出来上がりです。このスイカこうやって置くと6個に切れてます。